悪い子はいねえかー。いて。ビーム。いて。何かわかる？表情が見えない。今日はどういう動画っすか？質問に答えます。とりあえずもう節分過ぎたからそれとっとと脱いで。力作。自慢したいからってなんかかぶり出した。これは自慢したくなるだろもうクオリティ高いよね。メガ鬼氷。とっとと脱いで外して。手作り。節分の日に豆投げてやっつけたった袋ごと。で質問が来てました。2つともさ似た質問やからこれに答えようかなって思うんだけど、私は X ジェンダーでノンセクシャルです。他者と性的に触れ合うことが無理に近い、苦手です。でも一生一人は寂しいという気持ちがあります。一人と付き合ったことはあるけど無理と思って別れました。おゆさんが無性愛者ということで、もし同じ壁の乗り越え方があったら教えてほしいです。だって。でもう一つがちょっと似た感じで、10年以上付き合ってる恋人がいます。レスです。相手がどう思ってるか不安になる時があります。夜についての考え方を教えてもらえると幸いです。っていう2つ。はい。ヘビーなお悩み相談ですね。とりあえず最初の方。お湯さんにって書いてあるから。まあね。どう？でもあなたと出会う前は結構しんどかった。近い？結構わかる。まず辞任は？辞任男だぜっていうのもいなくない？こういうことを辞任っていうのを深く考え出したらさ、考えたことがなかったら体の性イコール辞任ってなる人が多いんだろうけどさ、性思考、とかも含めて考え出したらさ、辞任も揺らがん。確かに揺らいだ時期はあったかも俺も。だから辞任は一応男かな。よくあるさエピソードで制服に違和感があったとかさ、胸が、俺の場合やったら胸がいつか膨らんで女になると思ってたみたいな、そういうことはない。ないのね。ない。これ男になるんじゃない？でもやっぱり辛かった。こう同じ一生一人は寂しいっていうのがずっとあった。寂しいけどやっぱりそういう付き合うイコールみたいなことを求められると辛いってこと？なんかね、いろいろ俺もあなたと会うまでは紆余曲折あってさ、これどこまで動画にしていいのか分かんないんだけど、まず中学の時に同級生との会話がきつかった。同級生の下ネタがすごいきつかったし、それはわかる。で大人になってからもきつかった。俺はまず人の体が無理。気持ち悪い。デリケートゾーンっていうのかな、水着で隠れる部分っていうのかな、いわゆるね。そういうのも気持ち悪かったの。昔バイトしてた時にさ、女性の人がこうかがんだ時に見えちゃったの。それもすごい気持ち悪かった。で気持ち悪かった。男女問わずか。そう、で気持ち悪かったっていうのを同じバイト仲間に言ったら、ってびっくりされて、逆にどう思うのって言ったら、見れてラッキーとか思っちゃうかもって言ってて。ラッキースケベね。その感覚がよくわからんかった。で一応その人は理解してくれてたから、一応はあんまり下ネタとか振らんようにしてくれてたけど、でもやっぱり1対1の付き合いやから、それしてもらえるだけで、大人数とかね。そう不意に下ネタ振られるとちょっときつかったかな。でもこのままじゃ一生一人になるなって思ってさ、俺なりにそこが紆余曲折した部分なんだけど、最初はね、男性と会ったらいいのかなとか思ったの。女性と会ったら子供とかも出てくるから、子供作って家庭持ってみたいな話にもなるから、そこ申し訳ないなって
俺のせいで子供は無理ですって、別にそれもさ病気でも何でもないのにさ、子供無理ですっていうのもちょっとなっていうのがあって、それで男性の方に行ったんだけど、割と何度も何度も失敗して、友達として会うぐらいでいいかなって思ったんだけど、ホテルに連れ込まれたりとかさ、うまいこと言われてとかもあって失敗して、そういうのを何回も失敗した後、今度じゃあもう男性やっぱ無理だわって、ゲイの世界なんかすごいワンナイトが多いっていうかさ、すぐにそっちに持ってかれちゃうっていう感覚があって、無理だこれと思って、女性を性的に見れるようにっていうか、女性を性的に見ても平気、女性のプライベートゾーンを見ても平気になった方がこれは早いかもしれないって思ってね、ネットで女性のプライベートゾーンとかをの用語いろいろ調べて出てきて、それを気持ち悪いな吐きそうだなって思いながらリハビリしたんだ。そう、画面いっぱいのそのプライベートゾーンのを見て、ってもうねグロッキーな画像を見てる気分だよね。グロって、ちょっとわかるけど、そんな気持ちでって、でもダメだったの、無理だと思って、一人で生きてこうって、もこれはゲイの世界でも面白い居場所ないし、女性を性的な目で見れるというか平気になることすら無理だから、もう一人で生きていくしかないって、猫いっぱい飼おうって思った。人間じゃなくね。そう、それで寂しさは埋まるって思って、まあそれはある意味自分なりの対処法だよね。と思うでしょ。めっちゃいいと思うけど。思うでしょ、ちょいちょいメンタルブレイクするの。この子たちじゃってなるの。あ、そうなんだ。まあそりゃそうだよな。年越しとかね、年越しとか誕生日とかクリスマスとか、あ、一人ってこうなんだって思ったし、あとなんだ、普通に好きで見てたアニメ漫画とかで恋愛が起こってみたいなので、シク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 、俺にはこんな風にはなれる人がいないんだ一生って。泣くの？寂しいって。泣いたの？マジ泣いた、寂しくて。感情を死んでるお湯さんが寂しかった、なんか。あ、そう。知らなかった。そうなんだ。めちゃくちゃ寂しかった。で、やっぱ無理だって思って、もう一回ゲイの世界にチャレンジしたの。まあ女性がさっきのね、画像リハビリも無理だったし、虚しく終わって、自分は変われそうにない。いやまあ普通に考えたらさ、今ならわかると思うけど、治るもんじゃないじゃん。こういうゲイとかさ、性的思考ってさ。無理だよね。リハビリしたところでなんだけど、当時は頑張ってやった結果、無理だから、一応ちょっと嫌な思いはしたけど、ゲイの世界にまた行こうとした。また見てみようってなったのね。で、今度はもう一切、もう最初から言ったの。性的な関係も一切持つ気はありません。友達のみですっていうので、会おうとしたんだけどね。会うでしょ、お金あげるからやらせてって言われて。で、友達って思って、また次回ねって言ってそのままもうブロックしたんだけど、またかで、こっからはもうあなたとの馴れ初め動画で言った内容になるんだけど、仲のいい女友達とうまくいくかって思ったけど、俺も引っ越しがあって、その後あなたと出会ってみたいな。だからね、乗り越え方は俺は見つけられなかった。運よくなんかこう許容してくれる人と出会えたっていうのはある。思い出した。猫とあと SNS だわ。それも寂しかったの。 SNS ですごい仲良くやってんのにさ、アカウント消えたらもうさよならじゃん。まあね。そこもすごい寂しかった。乗り越え方っていうか、なんかあるとしたら本当に自分と同じ人に会えたら一番いいよね。と思うじゃん。ないのそんな出会い。で、俺の場合男やからさ、こういう無性愛者の人ってさ、無性愛者というか男性嫌悪な女性とかがいたりするの。男性が怖い女性とかね、もいるし、無性愛者だからこう探そうともしない。この人寂しいと俺も寂しいと思ったけど、その感情すらない一人で満喫できる人とかもたくさんいるし、男性が嫌いだから怖いから無性愛者って人もいるし、会えるツールが何もないの。乗り越え方ってちょっとね、わかんないね。この人自分の性別は
体の性は言ってないけどさ、うんもしこの人の体の性が女性やとしたらさ、うん男ってその辺うまいやん、うまいというか小賢しいやん。いいよいいよ、そんな全然そういうつもりないからって言って、うんなんかそういうつもり実は満々なのにみたいな騙そうとする男いっぱいおるやん。まあね。なんかも想像した。付き合う前はいいよいいよ、そういうの理解あるつもりだからみたいに言うけど、いやいやいやみたいな。マジで乗り越え方俺も見つけられへんからね、こうしたらいいよは実際ないと思うんだよね。でももし俺が今もあなたと会ってなかったら、うん今やったらどうするかな。今やったら X とか LINE とかでないんかな、そういうグループ、オープンチャットとかさ、探してみるかなって思う。無理やりひねり出した答えだけど。でまあその流れでレスについて。むずいよね。10年以上も付き合ってたらさ、そりゃレスにもなるよっていうよね。楽観的に捉えてもいいとは思うけど。確かにね。うんまあ同棲してるかどうかとかも違うんかもしれんけどさ。10年以上ね付き合ってるのにレスなのをちょっとこうちゃんと真剣に考えてるのは偉いなって思った。上からすいません上からなっちゃったけど大丈夫だと思うけどね、相手がどう思ってるか相手も気にしてない気はするけど、で性生活の考え方について教えていただけるとってわしらのことでしょ。ノーコメントでノーコメントノーコメントでノーコメントでノーコメントにするほどの話もないけどね。でも考え方俺が逆に気になるかも。なんで俺さ、言えるんかな、これ使えるんか知らんけど、なんで俺がこのさ興味ないっていうか無理な人なのにさ、俺いまだにこの人の裸とか見るの気持ち悪くてきついのがあるから、自分は裸でうろちょろすんのにねだから逆に気になる。拒絶平気なの？何が？求められない。求めるのもそれこそね、話戻っちゃうけど、なんか男ってガツガツみたいな学生の時とかの話とかでさ、彼女できたよとかでどこどこデート行ったよっつってそのまま帰ったとかっていう話すると、帰ったのみたいな、お前そこはよってあるじゃん、そういう会話。キモいやりとり聞くじゃん、それがすごい嫌で、わかりみ、いや帰るだろ別に、疲れてたら帰るだろって。だし俺は例えばなんかお泊まりにそのままなったとしても、そういうことしないで普通に語り明かす会とかはしたいのね。わかりみ。したいんだけど、相手からしたら泊まってまで喋る気じゃねえよっていう時もあるし、まあもちろんそのまま喋ってくれる人もいたけど、なんかそういうのが嫌だったから、別に俺からガツガツっていうのはなんかあんまりしないかも。じゃあ俺がこの無関心なのはあんまり当初から苦じゃなかったの？苦じゃないかな。なんかお互いが本当にマッチしてしたい時にするっていうのであれば全然いいんだけど、雰囲気とかあんまりいいか分かんないけど話し合いで今日しようとかそういうのは俺全然肯定派だから、それで解決できるんだったら全然俺はありな。じゃあある意味あなたもノンセクシャルよりじゃないけど、よりってほどよりじゃないけど若干偏ってる感じなのかな、そっちに。あるけどね、全然性欲とかそういう欲求はあるけど、なんだろう、他人にまで及ばない。へえ。でも俺はそこすごいね、出会った当初から心配だった。できないのに大丈夫かなって。できないどころか拒絶しますけど。そうね。だからそこは、まあ、困惑はしたけどね、最初。そうなの？スキンシップは多いからべったりくっつくし、それこそ裸でペロペロ歩くしもうええってそれの割にそういうことができないっていうか、こう拒絶嫌だとかって言われた時は、その時最初の方はなんかこの気持ちどこにやったらええねんみたいなのはあったけど、それはそれで気楽なのかな。求められたら全然答えたい。受け身。でも求められても気持ち悪いっていう時もある。全然俺も。それは人によってじゃない？興味ない人とか。いや元カノとかもさ全然好きだけど、そういう風に来られた時にはぁみたいな。へえ。わかるかわかんないけど、なんか道具として見られてるんじゃないかって思っちゃって。わかんない。自分の欲を満たすために使いに来るみたいな。俺が好きなんで求めてんのか、
ネガティブだったからかな、その時は。なんか自信がなくて、はいはいみたいな、なんかこ変な人。う、あんたも変な人だね。大概変だよ。あんたもさ、異性との付き合い、異性の付き合いで今そういうエピソードだけどさ、同性ゲイの人との出会いでも結構困ったんじゃない？そういう性的なもので。困ったまああるね。そのなんかワンナイトとかもまああったりはしたけど、こっちももちろんそういうつもりで会う時もある。で会って終わって付き合う気ないから帰りたいのに本気になっちゃう人とか、いるよね。そうなんか相性とかあるじゃん。でそれで良かったのか分かんないけど、会話をダラダラ続けられる。引き止めてくる。そうとか、潔癖だから部屋汚かったりとかしたらもう、帰りたい、部屋まで来たけどもう帰りたいんだけどみたいな時はなんか性と関係なく困ってた。ゲイならではって感じではない気もするけどね。そうね。偏見もあるけど、女性でそんな部屋汚い人はあんまいなかったよね、やっぱり。そう。これはやっぱ男ならではで、うわ汚ねっていう人はやっぱりちらほらいたよね、男で。シャワーなんて入りたくねえよ、こんななんかいつ洗ったんだかわかんねえよみたいな、床よみたいな感じはあった。女性でそこまでなかったから。へえ。何？いや、わしも今ちょっとふっと思い出したエピソードがあって、ホテル連れ込まれたってさっき言ったけどさ、終わるじゃん。帰るっていうかもう逃げたんだけどね。コンビニ寄りたいっすっつってさ、巻いたんだけどね。多分ゲイとかね、内門とかやってさ、マッチングしてさ、会わない時とか巻いたことある人多分あるあるなの？一人は本当？一人一回はあるでしょ。わしはそのホテル終わってした後、そう。晩ご飯も行こうみたいな言うから、ちょっとコンビニ寄っていいっすかっつって巻いた。で迷子になりましたっつって。俺それはないな。でね、帰るじゃん。すいません、ちょっともう今日時間なんでって、ちょっと迷子になっちゃったんで、そのまま駅着いちゃったんでこのまま帰りますねみたいな。帰るじゃん。なんか今日から俺の彼氏だねみたいなメールが来んの。怖っ。たまにいるよね、そういう勘違い。もう50アラフィフぐらいの人だったけどさ、いや言ってませんけどって言った。いや言ってません。マジで言ったの3文字だけくんの。いや言ってませんよって言ったってまた3文字くんの。認知症じゃないの？じゃあ言ったとしてそんなつもりはないのでお断りしますって言ったらそれで終わったんだけど、翌日次いつ会えるって来て、切り替えが素晴らしいね。ホテルうまいこと連れ込むような人だから、まあ口は達者なのかな、っていう話を思い出した。やばい人いたかな。これだけで動画撮れるからまた別の機会に喋る。やばい人エピソードね。一応回答です。真面目な、モヤモヤが少しでもシュッってなったらいいな。モヤモヤなくなんないよ。しんどいもんこれ。こんな動画一本でね、当事者からちょっと聞いてね、すっきりになるわけなよ。なるんやったらもうちょっとなんか調べてね、すっきりになっとるわ。そうね。一応いるってね、自分以外にも同じ人がいるって思うだけで、それは逆にかわいそうじゃない？そのリアクションはいないなっていうのかわいそうだよ。そういるってなっただけでね、何かね、こうやって聞けるだけで救われるかもしれないし。楽観的だな。でもこれ意外と来るんだね。こっちの方にも結構くれるし、インスタの DM でもちらほらくれる人がおって、なんでこんな感じでショートで答えたりこっちで答えたりするんで、お気軽に。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。初めて揃った。あとは TikTok とインスタのフォローもお願いします。お願いします。ほな、カメラに向かってこんにちは。ズートピアの怠け者みたい。わかんない。